ボルネオ熱帯雨林へ。今夜の獲物は君だ。ボルネオの奥地へ向かう。西太平洋に位置し、赤道直下の島に広がる一面ジャングル。面積は100万平方キロ以上。多様な生物たちが潜む。生き残りは危険と隣り合わせ。食料も火も道具もなし。たった一人で12日間サバイバル。頼れるのは己の手だけ。よし、今だ。仲間はもう帰った。残るは俺一人。ここが本物の荒野だ。美しい、だが厳しい最高の景色だ。船で拾ったペットボトル2本。これが命綱になる。カメラと発電機、そして水2本。それ以外は何もない。服も靴もなし。持っているのはこの体の肉だけだ。まさに丸腰の挑戦。まずは寝床を探す。絶対条件は一つ。飲める水があること。この川の水は濁っていて飲めない。命取りになる。当選を終わらせたくない。川を降りながら探す。小川を見つければ飲料水の可能性がある。それが生き残る鍵だ。裸足でのジャングル歩き、容易ではない。トゲや有毒植物に注意しながら慎重に進む。怪我や毒を避けるためだ。もう日が傾いてきた。急がなければ。湿気で息苦しい。水がなければ脱水は時間の問題。蒸し暑さが体の水分を奪っていく。一刻も早く水を探さねば。この先に少し深い溝がある。きっと水があるはずだ。水は大抵こういう深い場所に集まる。うわ、めちゃくちゃ急だ。あ、水だ。青く澄んだ小川だ。まさに探していたものだ。行くぞ。おお、魚までいる。いい感じの小川だ。水も澄んでる。唯一の難点は落ち葉がちょっと多いこと。でもさっきの濁った川よりは全然マシだ。だいぶいい。甘い笑い。最高だな。見た目は綺麗な水でもそのままガブ飲みは危険だ。でも今は仕方ない。見た目は澄んでいても実際は細菌や微生物が多いかもしれない。ここを拠点にするにしても川のすぐ上はやめておこう。大雨が降れば穏やかな小川が一気に鉄砲水になるかもしれない。危険な場所だ。少し上に平らな場所がある。よし、そこに作ろう。ここなら地面も比較的平らだ。すぐ後ろに小川もある。水の確保も簡単だ。しかし硬いなここ。もう暗くなってきた。今日は屋根は無理だ。地面を少し片付けて寝るしかない。まあ悪くない。今は雨季じゃないし地面も乾いてる。これなら一晩はいける。うわ、トゲが刺さった。ヤシの葉を敷こうと思ったらこれで枕の完成だ。よーし、なんとか今夜はここでやり過ごす。悪くない。
しかも今は雨季じゃないし、地面もまだ乾いてる。あ、くそ何かに噛まれた。あれ、何に刺されたんだ。どこからこんなに大きなアリが。でもまあ、このアリは、そんなに攻撃的じゃないな。明日の朝には治ってますように。やっと夜が明けた。最悪の夜だった。昨晩は前半ずっと虫が這い回って眠れなかった。後半は虫は減ったけど、今度は気温が下がって凍えるほど寒い。まさかこんなに寒暖差があるとは。鳥の多さには驚く。唯一嬉しいことがあるとすれば、蚊がほとんどいないこと。こんなジャングルの中で蚊が少ないなんて信じられるか。小さいのは少しいるけど、めったに刺さないし、痛くない。きっと今が乾季だからだな。周りが乾燥していて、蚊の繁殖が難しい。お前、昨夜はよくもやってくれたな。生き返る。ふう、喉が潤った。今日の目標は、シェルターを完成させて、火を起こし、生き延びる基盤を作ること。今回はジャングルにナイフを持たずに来た。だが、ジャングル歴の長さはこういう時に役立つ。素手でも、シェルター作りはそう難しくない。周りの小さな木で骨組みを作り、刃で屋根を覆う。ポイントは下から上へと重ねること。それが一番の防水方法だ。かなり厚く覆ったぞ。今は乾季とはいえ雨が降らないわけじゃない。ただ回数が少なく小雨が多い。半日以上の作業でもう力が残っていない。しかも丸一日何も食べてない。やっと完成と思ったら雨が。神様の試練か。これは耐え抜かねば。本当は食料探しに行くつもりだったのに、まさかの雨スタートだ。まさかの雨。体力温存。雨が止んだら食料探しへ。心配ない。長くは降らない。しかも弱い雨だ。唯一の乾いたズボン。死守せねば。勘弁してくれ。どんな屋根ならこの雨を防げるんだ。小ぶりになったこのシェルター。防水はかなりいいが限界はある。こんなゴージャー。体が冷えた。川で洗って乾燥。もともと腹ペコ。雨でさらに腹が減った。小川が増水してる。でも少しだけ小魚を捕まえて食べよう。カロリー補給だ。歯の下に隠れている。いい方法を思いついた。これで捕まえられる。まだ泳いでる。ここにも一匹。いいぞ。胆汁が苦すぎる。処理しないと無理だ。本当に苦い。我慢できん。絞り出そう。これならかなりマシだ。さらに3匹ゲット。生臭いな。やっぱ焼いた方がうまい笑い。だがこの状況では
魚があるだけ、マシだ。命をつなぐ貴重な食料だ。今夜も厳しい夜になる。後半は冷え込み、今日は豪雨も加わった。さらに寒くなるだろう。この状況じゃ焚き火も無理。すべて濡れてる。明日次第だ。風も熱もなければまだ続けられる。免疫は大丈夫なはずだ。ボルネオの熱帯雨林、乾いてきた。今夜の晩餐はお前だ。お、日が出た。天気が良くなった。これは間違いなく朗報だ。太陽が出れば森の中も乾いてくる。火を起こせるぞ。まずは焚き付け集めだ。ここでは木しか使えない。だから弓切り式で火起こしだ。この森の中で。なんだ？動物か。多分猿だろう。まあ、放っておこう。今の最優先は乾いた薪を探すこと。このライチの枯れ木みたいに雨にあまり濡れてない、比較的乾いているものが狙いだ。昨日の大雨で成功率を上げるためにも、集めた薪はまず乾かさないと使えない。ついでに撮影機材も充電しておく。薪が十分乾いた。あとは火だ。この日差しともともと湿ってない木ならすぐ乾く。河原の石は天然のカッター。割れば鋭い刃になる。火起こし用の穴開けや肉の切り分けにも使える。3から4時まで間干した薪はもう十分乾いた。火を起こそう。ダメだ。手が焼けるように熱い。久々の弓切りで豆もないし、すぐ皮が剥けた。もう少し耐えれば火がつくのに、もう無理だ。ダメだ。無理だ。手が焼けるように痛い。皮が剥けたような感覚だ。ズボンのベルトを外して弓を作るしかない。これでいけるはずだ。自分の腕を過信しすぎたか。手回し、火起こしは、結局、火がつかなかった。最初から弓切りにすべきだったな。ベルトを紐にして、乾いた薪もある。これなら、火起こしも簡単だ。ついに焚き火を手に入れた。これで生活は格段に楽になる。料理もできるし、夜も寒さをしのげる。唯一の2本のボトルを
罠に使う。中に大きなアリを入れて、餌にする。早く、焼き魚が食べたい。2から3時まで間で獲物がかかるはず。成功率を上げるため、瓶に香り付けの餌も追加。これは極上の魚だ。うわ、魚がいっぱいだ。この池の中に。魚が釣れそうだ。見えるか？あの魚、瓶の周りを回ってる。少し離れれば中に入るかも。瓶は静かに置いておこう。まだ少し警戒してるみたいだ。俺が近くにいると入らない。もうすぐ魚が食べられるはずだ。ふう。よーし。少し休もう。魚を待ちながら。疲れで眠ってしまった。久々に気が緩んだ。起きたらもう真っ暗。さあ、見に行こう。魚の罠を。おお、魚だ。何か変な鳴き声がする。うわー、魚がたくさん。わー、大量だ。雨水がこんなに澄んでる。暴れないでくれ。清流のナマズだ。やっとまともな食事ができる。見てくれ。最高だ。この魚の炙りだい。じっくり焼いて。焼き上がった。見ろ、この魚。香ばしい。んこのナマズ。脂が乗ってる。骨が少し口に刺さるけど、うまい。ついに温かい食事だ。たまらない香り。でも、まだ物足りない。さあ寝よう。ぐっすり眠ろう。この小さな焚き火があれば、きっと夜中も快適に過ごせる。間違いない。俺は一人でボルネオの密林へ。野生で生きる。火種なしで木をこすって火起こし、食料なし生魚を取って食う。服も靴もない。すべてはこの手で得る。昨日作った量の仕掛けで香ばしい焼き魚を食えた。だがまだ足りない。狩猟用の仕掛けを作ろう。もっと上の食料を狙う。白場って外国にもあるのか？昨夜はよく眠れた。来てから一番ぐっすりだ。カロリー補給して、そばに小さな焚き火もあって、本当に快適だった。最高の朝食だ。弓で火起こしの紐はもう不要。切ってしまおう。罠を作るために。紐が2本、罠も2つ作れる。
獣にも通り道がある。そこに仕掛けを置くだけだ。それでいい。ほら、ここ。明らかに獣道だ。ここは三叉路。こっちは外の溝へ。こっちは別の山へ。見えるだろ？絶好の場所だ。ここに仕掛けを設置しよう。踏み板を踏めば罠が作動。足が吊り上げられて逃げられなくなる。仕掛けたらしっかりカモフラージュ。小動物は意外と賢い。穴を2つ設置。次は溝の上流を見に行く。何か見つかるかも。溝の魚が本当に多い。外で十分取ったら、ここでも取ろう。安定した食料源だ。今カエルがわねて、歯の下に隠れた。捕まえられるか試してみる。歯の下に隠れてる。小さいが、全部が身だ。太ももは筋肉たっぷりで、うまいんだ。そんなに逃げ足早いか？逃げるなよ、ちびお。おお、また一匹。しかも超超えてる。カエル2匹ゲット。なかなかの収穫だ。何匹かは逃げたけど、夜に懐中電灯で照らすと取りやすい。なんて綺麗なカエルだ。正直言って、ボルネオの密林は資源が豊富だ。小川には魚もカエルもいっぱい。食料の心配はない。もう食える。うまい。この味、最高だ。これぞ肉だ。一部は魚の餌に。太もも見てみろ。昼飯の後は風呂だ。野外でも清潔は大事。汚れるのは嫌いだ。水は澄んでる。小魚が時々ついばんでくる。ああ、最高。洗ったら肌が白くなった気分だ。でも頭は最悪。皮脂が出て、頭皮にべったりで深い。シャンプーがいる。さっき食べたカエルの骨。上等な釣り餌だ。おはよう。時間が経つの早いな。もうここに来て5日目だ。今のところ順調。食料も安定してる。ちょっと痩せた気がする。ほら見ろ。罠は全部空っぽ。作動すらしてない。そう簡単には取れないな。毎日
魚ばかり、愛食魚ばかり。川にはまだまだ魚がいる。残念ながら罠は空振り。もう一つ罠を仕掛けよう。狩猟成功率を上げるために。よし、縄を一本手に入れた。ちょっと不格好だけど、太さもバラバラだ。まあ、腕が未熟だからな。この河原に罠を仕掛ける。鳥用の仕掛けだ。山鳥やトカゲも狙える。まずは小枝を使って囲いを作る。原理はすごくシンプル。枝で円を作り、出口を一つだけ残す。そこに罠を設置。中に餌を置けば、あとは獲物が来るのを待つだけ。自分でも食べたいくらいの餌だ。朝から雨だ。でも大丈夫。焚き火はもう屋内に移動済み。濡れる心配はない。寝床も厚くしたし、雨の日の森で乾いた避難場所があるのは本当に心強い。うわ、もう吸われてる。スズメバチに刺された。ほら、これクソ、湖で遊んでろ。足を噛まれた。森にはもともとアリがいるが、今日は雨で活動が活発だ。走った後でこの大きさ。少し生臭い。おっと、なんだこれ。うなぎだ。しかも電気うなぎ。マジか。見てくれ、このやつ。まさかこんな小川にいるとは思わなかった。まだ新鮮だ。今朝雨じゃなければ新鮮なうなぎが食べられたのに。油がじわっと出てきた。完璧だ。わっ、皮がトロトロだ。コラーゲンたっぷり。うまい。口中油まみれ。最高だ。お、天気が回復してきた。晴れた。罠をリセットして漁の仕掛けにも餌を置こう。腕の問題か。首吊り式に改造した。首にかけて一瞬で息の根を止める。もがく暇もない。この貝は食べない。砕いて餌にする。もう一杯分だ。俺の餌を食ったら今度はお前が餌だ。続行だ。暗くなる前に人狩り行くか。晩飯を捕まえる。こんなでかいカエル初めてだ。見ろよ、この肉付き。よし、お前が晩飯だ。
この様子だと雨は降らなそうだ。空もすっきりしてきた。焚き火を外へ移動。うなぎを食べてから、カエルが物足りなく感じる。うなぎは脂が乗って口当たりがまろやかだ。あとは罠が生地を捕まえてくれれば、あとは運次第。おやすみ。何日ぶりかで豪華な食事だ。今ボルネオの密林でサバイバル中。ここは世界屈指の複雑な熱帯雨林だ。毒虫や獰猛な動物や過酷な天候と対峙する。食料なし、火種なし。7日目に突入。罠はまだ成果ゼロ。いわいい川の小魚は豊富だ。裸足で森を歩く日々。足がつらい。朝食後弦を集め靴を編もうと思ったが、天気がまた予想外の展開に。しびれた取ったばかりなのに痛い。避難所に戻るとまた雨だ。7日間で3日は雨。もっと乾いてると思ったのに雨多すぎじゃないか。最悪だ。耐えろ、吸い込むなよ。やっと小ぶりに。でもまだ雷鳴。空もどんより。この様子じゃまだ降りそうだ。丸1日コースだな。小屋に戻って座っていよう。焚き火が本当に暖かい。ほらまた降ってきた。もう諦めよう。今日は何もできそうにない。無理だな。避難所でじっくり火を囲もう。おはよう。やっと雨が止んだ。昨夜ようやく小ぶりに小川が増水している。大河はさらにすごいことに。乾いた避難所は快適だ。外はびしょ濡れ。かも水位上昇。罠はまだ成果なし。川の様子を見てみよう。終わったー。ああ、妖精美がいなくなった。川沿いを探したが見つからず。おそらく大河に流されたんだろう。お、大物発見。手応えあり。おお。綺麗なカニ、最高だ。この穴はカニが掘り出したやつだ。開けてみよう。ちょっと穴が小さいな。出てこい。元気いっぱいだな。戻ろうとしてる？おっとおっと。子持ちは逃がしてやった。ふう。うまい。香ばしい。
こんなにたくさん。まだ動きなし。竿も反応なし。いや、何か来た。わっおー。これはなんだ。表猫みたいな模様。狐みたいな顔。全然わからない。これはうまそうだ。肝は外せないな。何日ぶりかのごちそうだ。苦労の末の分厚い肉。肝はもうすぐ焼き上がり、肉はまだだ。もう少し焼香。今は前菜だ。食前のつまみを少し。うん。これで少しは水分補給になる。ちょっと乾く。味は悪くない。少し生臭い。こっちも油がジュージュー。見てくれ。この美しさ。皮下脂肪もあって見た目が最高だ。なんだこれ。この音、全然わからない。おお、小桃が焼けた。おお。ジューシーで焼き加減も完璧。うまい。油も乗ってる。香りがたまらない。焼けた。前はまだ半生だが、後ろはもう食べ頃。さあ、いただこう。最高。今日は腹いっぱい食べるぞ。この肉を見てくれ。食べきれない。本当に食べきれない。見た目が狐みたいで、味は癖が強いと思ってたが、まさか焼くと。うさぎ肉よりうまいとは、これは本気で言える。食べて寝る。ぐっすり眠る。ああ、この満足感は本物だ。見てくれ、この大きさ。見渡す限りの原始の森に食べ物が山ほどある。数えきれないほどのタンパク源。この間サバイバルしてても腹は減らなかった。もう10日目。昨日補充した獲物もまだ残ってる。だから食べ物の心配もなし。食料があるなら何もしなくていい。安心してくつろげる。まだ肉が少しある。これでまた食べられる。肉ばっか食べたからちょっときれいにしないとな。さあ、シャワーだ。見た目は汚れてないけど、実はかなり汚い。特に頭の皮脂なんてラードみたいにべっとり。この感じわかるだろ。本当に汚い。しかも何日も森にいぶされて、この匂いときたらまるで正月の燻製肉みたい。よし、もう風呂入る。まだ。うわ、この水最高に気持ちいい。ああ、
本当に最高だ。汚れは完全には落ちないけど、顔も頭も皮脂まみれだけど、やっぱり洗うと気持ちいい。これが最後の食料だ。まずは罠を見に行こう。もしかしたら別の獲物がかかってるかも。空っぽ、反応なし。お、かかってる。罠の糸が何かを捉えてる。角が見えてるぞ。おお、本当に山鳥だ。しかも生きてる。見ろこのサイズ。3から4までキロはあるな。こんな大物、今まで見たことないぞ。この森は本当に不思議だ。よし、今日は鶏肉だ。まずはハツとレバーを炙ろう。前食は保存食にするつもり。カラカラに焼いて長持ちさせる。今日は新鮮な肉を味わおう。心臓とレバーいただき。うわぁ、ホツホツ。卵、最高に香ばしい。本当は鶏スープ飲みたいけど、そんな環境じゃない。お湯すら手に入らない。うわー、硬い。尻尾の肉がギュッと締まってる。家具とは全く別物だな。比べられない。ああ、たまらん。ジャングル生活12日目クリア。最近は食料に困らず、ここ数日は雨続き。森中がびしょ濡れ。川も増水中。動くのも一苦労。他のことをする気力もない。だから今日は完全休養。のんびり過ごす。最後の時間を楽しもう。おはよう。最終日だ。撤収の準備をする。昨夜も雨が降ったけど、そんなに強くなかった。もう関係ない。今日は帰るから。笑いたければ笑え。もう気にならない。出発の準備完了。川辺で待つだけ。焚き火も消す。人が去れば火も消える。灰は小川に流す。よし、片付け完了。この小屋は壊さないでおこう。時がすべてを消してくれる。昨夜の増水は引いたが、まだ完全には元通りじゃない。体がすごくだるい。帰ったらしっかり栄養補給しよう。よし、この川辺で待とう。水量も流れもすごいな。これが雨続きのせいだ。来た、音が聞こえる。久しぶりだな。やっと来たね。二人に会えて本当に嬉しいよ。お前生命力すごいな。まだ生きてるとは。今度はお前をここに放置してみるか。さあ帰ろう。おう。